こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているのでそちらから選んでぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。はい、ということで今日のテーマなんですが、今日は私の推しポケモンについてお話ししていきたいなと思います。早速なんですが、皆さんポケモンは好きですか？私はめちゃくちゃ大好きです。子供の時からゲームをしたり、あとはアニメを見たりはしていたんですけど、実はこんなにハマったのって最近の話なんです。ハマるって皆さん聞いたことがありますか？ハマるっていうのは何かに夢中になることを言います。例えば、アニメにハマるとか、ゲームにハマっているっていう風に使います。皆さん何か最近ハマっているものとかってありますか？私は実は今ポケモンにハマっています。ハマった理由は彼がポケモンが大好きだからなんですね。ポケモンっていろいろ楽しみ方があると思うんですけど、もちろんゲームもやります。ただ私はどちらかというとキャラクターが好きなタイプです。皆さんはいかがですか？ゲームでポケモンを育てることが好きな人もいれば、例えばポケモンカードで戦うことが好きな人もいらっしゃるかなと思います。私はキャラクターが好きなタイプです。皆さんいかがですか？そして実は私コレクション癖があります。コレクション癖って皆さん聞いたことありますか？コレクション癖っていうのは、好きなものをついついたくさん集めてしまう性格のことを言います。皆さんコレクション癖ある方とかっていますか？私はコレクション癖がすごくあるので、こんな感じでハマったものはどんどん集めてしまいます。結構最近よく集めてるのは、ポケモンカードとか、あとはここにあるシールですね。パンの中に入っているシールなんですけど、よくこのパンを見つけると毎回1個買って、このシールをどんどん集めていってます。皆さんいかがですか？何か集めてるものとかありますか？なんかぜひあればコメントで教えていただけると嬉しいです。はい。で、早速今日のトピックに入っていきたいなと思うんですが、まず今日のトピックのキーワードとして、推しっていう言葉があります。推しって皆さん聞いたことありますか？この推しっていうのは、一番大好きで応援している存在のことを言います。で、この好きっていう気持ちなんですが、恋愛感情としての好きっていうよりかは、もうちょっと気持ちが強い、なんか一番応援したいとか、あとはグッズを買いたいなって思っちゃったり、ずっと見ていたいなって思えるような、そんな存在を推しっていう風に呼びます。で、例えばアイドルとかによく使います。私はこのアイドルを推してますとか、あとよくあるのはアニメのキャラクターとかですかね。このキャラクターを私推してますとか、私の推しは〇〇ですっていう風に使います。皆さん推しいますか？私はアニメのキャラとかでも結構推しがいます。で、これも話す長くなっちゃうので、次回のエピソードでアニメの推しについてはお話ししようかなと思います。で、この推しあるあるなんですけど、やっぱり自分の大好きなものってたくさんついついお話ししちゃうのかなと思います。これもオタクあるあるというか、推しあるあるかなと思います。皆さんはどうですか？そんな経験ありませんか？ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、私の推しポケモンについてお話をしていきます。私の推しポケモンは、イーブイとヌオーとラティアスです。聞いたことある方とかいますか？早速なんですけど、まず EV についてお話をしていきます。私の推しポケモン1匹目がこの EV になります。EV 見たことある方とかいらっしゃるんじゃないでしょうか？結構ポケモンの中でも人気ポケモンの一つです。で、この EV なんですけど、まずとにかく可愛いんですよね。なんかもうペットにしたいってくらい可愛いんですけど、いかがですか？で、この EV の魅力が進化って言って成長すると別の姿になることができるんですけど、成長した後に変化する姿がたくさんあります。これ全部まとめて V 図っていう風に言ったりするんですけど、本当に全部キャラクターが可愛かったり、かっこよかったり、綺麗だったりするんですね。で、こうやって進化するといろんな姿になるっていうのも魅力の一つかなと思います。皆さんいかがですか？ EV とか V 図好きな方とかいらっしゃるんじゃないでしょうか。
すごく人気ポケモンの一つです。もし気になる方とかはぜひぜひ調べてみてください。はい。ということで、次のポケモンなんですが、私の推しポケモン2匹目が、このヌオーです。ヌオーって皆さん聞いたことありますか？可愛いですよね。こんな感じですごくゆるいキャラクターになっています。ゆるいって皆さん聞いたことありますか？ゆるいっていうのは、見ているとなんか力がふらっと抜けちゃうような、癒されるような、そんなのんびりした顔のことをゆるいとかっていう風に言います。ヌオーはもうめちゃくちゃゆるいキャラクターで、本当にのんびりしてるんですね。で、ヌオーも結構人気キャラの一つなんです。私もヌオーこのぬいぐるみだけじゃなくて、グッズをいろいろ持っています。皆さんはこんな感じのゆるいキャラクターとかって好きですか？私はめちゃくちゃ大好きです。で、他にも YouTube とかインスタにこのヌオーの動画とかも載ってるんですけど、実際見た目だけじゃなくて、なんか行動も全部含めてめちゃくちゃゆるいです。本当に可愛いので、ぜひ気になる方、ヌオーもぜひぜひ調べてみてください。はい。ということで、3匹目の私の推しポケモンなんですが、3匹目はラティアスです。皆さんラティアス聞いたことありますか？ここにステッカーでいるんですけど、この空飛んでるドラゴンタイプのポケモンがラティアスっていう風に言います。私がラティアスを好きな理由なんですが、理由の一つは映画が影響しています。このラティアスとお兄ちゃんのラティオスっていうキャラクターがいるんですね。この二人が主役になっている映画があります。この二人実は伝説ポケモンなんですね。で、この映画がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。雰囲気としてはヨーロッパをモチーフにされた映画なんです。で、水の都って言われていて、街の中にこう船が通れるような川があったりだとか、あとは建物も全部石でできてたり、その川がたくさんあるので、こう橋がかかってたりして、日本では見られない雰囲気で見ていてすごくワクワクします。で、その作品の中の音楽もめっちゃ綺麗なんですよ。アコーディオンっていう楽器、こんな感じの楽器なんですけど、アコーディオンが実際に使われている音楽が映画の中で使われているので、めちゃくちゃ海外の雰囲気を感じられて綺麗で大好きです。皆さん、ラティアスとラティオスが主役の映画見たことありますか？多分私が小学生くらいの時に出た映画なんですけど、私はめちゃくちゃ大好きで、今でもたまに見ちゃいます。で、これ、大人になっても感動できるようなストーリーですし、もうやっぱりちっちゃい時からその映画、いつ見ても、感動するし、やっぱりこうワクワクする。そのヨーロピアンな雰囲気とかがあるので、ぜひ気になる方調べてみてみてください。はい。ですね。で、他にも最近すごく嬉しかったエピソードがあって、実は福岡県の博多、私が住んでる博多に、ポケモンセンター福岡っていうポケモンのオフィシャルショップがあります。で、そこが去年の6月かなに、リニューアルオープンしたんですね。で、まさかまさかなんですけど、そのリニューアルオープンの後、ポケモンセンターにメインキャラクターができたんですが、それが、ラティアスとラティオスだったんですよ。これ全国のポケモンセンターそれぞれにメインキャラクターがいるんですけど、自分が住んでる博多がまさかのラティアスとラティオスですごい運命を感じました。これはめちゃくちゃ嬉しかったです。で、実際に私と彼がよくポケモンセンターに行くんですね。最近ポケモンの30周年を記念したステッカーが出たので、最近それを買ってきました。で、ちょっとここからなんですけど、皆さんに実際に私と彼がポケモンセンターに行ったシーンをお届けしたいなと思います。以前から私、外での撮影もこれからしていきたいとお伝えしてたんですが、やっとカメラが準備できたので、今回初の外撮影になります。ちょっとちゃんと撮れてるか不安なんですけど、ぜひぜひ皆さんに、この福岡のポケモンセンターの雰囲気だったり、あとは私と彼の普段の会話、本当に日本のカップルってこんな感じの会話してるんだよっていう雰囲気を皆さんにぜひ感じ取ってもらえたらなと思います。それではぜひ見てみてください。はい、ということで今日はポケモンセンター福岡に来てみました。韓国人の彼、ハン君と一緒に来ているので、ポケモンセンターの様子だったり、日本のカップルの会話を楽しみながらぜひ見ていってください。かわいい、このぬいぐるみ。これいつもかわいいよね。下の子が一番可愛い。ハン君ミミッキュ好きだもんね。めっちゃかわいい。ミミッキュは自分のぬいぐるみも持ってるし。あ、ほんとだ。
あ、めっちゃ可愛い。なんかお母さんとかお父さんとかにね、お土産であげるんだったらこういうのもいいよね。コップとかポーチとかね。ね、これポケモンセンター福岡がラティアスとラティオスがメインキャラクターになってるので、福岡の有名なもの、ラーメンとかそういったものとそのポケモンセンターがコラボしているものになります。かわいいね。いやーかわいい。ピカチュウが服とかも着てるしね、ちゃんと。ラーメン屋さんになってる。かわいい。かわいい。ね。わあ、綺麗。いや、これはいつ見ても感動する。かわいい。イーブイだ。これ私の推しポケモンのイーブイです。ハン君はちなみに推しポケモンは誰ですか？私は、ミミッキュが一番好き。ミミッキュか。ミミッキュもちょっと探してみようか。わあ、かわいいな。本当にいっぱい種類があるから、なんかもうポケモンが好きな人たちって意外といっぱいさ、推しがいるじゃん。だからここで多分みんな自分の推しのポケモンのぬいぐるみとかグッズ探して、買ってこう普段持ち歩いてとかする人が多いよね。なんか私も一番好きなのはミミッキュなだけで、他のポケモンも好きなものいっぱいあるからね。特にもうここにすぐあるゲンガーとか。あ、そうだよね。ハン君ゲンガーもめちゃくちゃ大好き。あ、ミミッキュもいる。かわいい。もふもふ。かわいいな。あ、ジラーチだ。私ジラーチも好きだから。ねえ。これずっと買うか迷ってるから1個買う。1個買う？パソコンに貼ろうかな。そう。はい、じゃあレジに行ってみます。お願いします。ありがとうございます。じゃあ1点ですね。385円です。はい、ペイペイでお願いします。失礼します。はい、ではペイペイで385円頂戴しておりますね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。購入しました。これパソコンに貼ります。はい、いかがでしたでしょうか？あんな感じで入り口にラティアスとラティオスの大きなモニュメントがあったりだとか、で、後ろのスクリーンで映像が流れてたと思うんですけど、本当に実際にラティアスとラティオスが空を飛んでるみたいでめちゃくちゃ綺麗じゃなかったですか？で、あんな感じでお客さんもたくさんいて、すごく人気なお店の一つになっています。で、私が実際に買ったステッカーなんですけど、多分もうちょっとしたらこのパソコンに追加で貼っていくのかなと思うので、楽しみに待っていてください。あと、韓国人の彼との会話いかがでしたでしょうか？普段のこのポッドキャストと違って、すごくカジュアルな会話になるので、ちょっと難しかったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、やっぱりこの普段ポッドキャストでお話ししている丁寧な日本語と、この私と彼とか友達とかと話すカジュアルな日本語、種類が違うと思うので、これからどんどんこうやって会話のシーンとか、あとは誰かこうコラボでゲストをお呼びして、一緒にこう会話をとっていきたいなと思っています。そちらもぜひぜひ楽しみに待っていてください。はい。ということで、日本ではこの推し文化がすごくあります。推し活とかって皆さん聞いたことありますか？これは推しを応援してする活動のことを言います。例えば、ライブに行ったり、グッズを買ったり、他にもこう SNS とかで推しのことを発信するとかっていうことを推し活って言います。これもめちゃくちゃ最近の若い子とかで使うような言葉なんですけど、私も実はこうやってグッズを買ったりしている。これは推し活になります。皆さん何か推し活してるものとかってありますか？なんかぜひあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。はい。で、他にもさっきの映像で見ていただいたらわかるんですが、結構ちっちゃいいろんな種類のポケモンのぬいぐるみがお店に置いてあったかなと思います。でやっぱりお店に行くと本当に、あ、このポケモンが好きな人もいるんだみたいな風に結構マイナーなポケモンを推している人もいるんですね。で、やっぱり推しのことってついついたくさん話したくなっちゃいますし、こうみんなにもっと自分の推しの魅力を知ってほしいみたいな風になっちゃって、ついつい話しすぎちゃうこともあるかなって思います。
ます。でもこれって本当に推しあるある、オタクあるあるかなと思うので、もし共感していただける方、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで今日は推しポケモンについてお話をしてみました。この推しっていうのは自分がすごく大好きな存在のことを言います。で、この大好きな存在、推しを応援する活動のことを推し活って呼んだりします。日本ではこの推し文化がすごく大人気の文化の一つになっています。皆さん何か推しているものとかあればコメントで教えてください。はい。それではですね、次のエピソードなんですが、私実はアニメも大好きなんですよ。なので次回のエピソードでは私の大好きなアニメだったり、アニメの推しのキャラクターについて皆さんと一緒にお話ししていければいいなと思っています。はい。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。